本日はストリートファイター2ダッシュが前作と比較してどのように進化したかなどを今更振り返ってみようと思います。ウプ主はヘタレプレイヤーなので、コンボの紹介とかはないからね。まず、前作からの大きな変更点は四天王がプレイキャラとして選択可能になったほか、同キャラ対戦が可能になったことなどが挙げられます。初代では同キャラ対戦できなかったのか。スーファミ版では裏技でできるけど、基本的にはできないな。他には、これまでキャラクターのグラフィックが違うだけで、全く同じ性能だった竜と剣ですが、本作より、竜は、波動拳の硬直時間が短いなどの差別化がされるようになりました。初代は、竜と剣が同キャラ対戦みたいなものだったからな。また、すべてのキャラにおいて、対人戦を強く意識したバランス調整が行われ、一例としてザンギエフがダブルラリアット中に動けるようになったなどが挙げられます。メガは例外として、当時としては神がかったバランス調整だったな。では、ここからは、個別キャラを見ていくことにしましょう。竜の主な変更点は、波動拳のモーションが速くなった他に、昇竜拳及び、竜巻旋風脚が当たると、ダウンするようになりました。竜の竜巻は、手際無敵がついたんだよな。剣の主な変更点は、昇竜拳が上昇時に前方に伸びるようになったことと、竜巻旋風脚の回転が速くなり、多段ヒットするようになりました。ダッシュから、剣は豪快なキャライメージが定着したんだよね。そういえば、地獄車だけは初代からあったな。地獄車で差別化されてたのか。チュンリーの主な変更点は、スピニングバードキックの上昇下降モーションが速くなり、新たに、方向レバー途中または大キックで出せる新技の角脚落と後方回転脚が加わりました。背中蹴りは、めくりかわからなくなるから起き上がりに出すと効果的なんだよね。あと、百列キックが、連打速度遅くても出るようになったんだよな。ガイルの変更点は、初代の前作であまりにも強すぎたため、全体的に通常技などを中心に弱体化されましたが、その強さは、ダッシュになってもほとんど変わっておらず、起き上がり時のサマーソルトが出しやすくなったため、むしろ弱点を克服したと言えるかもしれません。2バズーカーで溜めながら進めるようになったんだよね。ああ、使いどころは少ないけどな。ブランカの変更点は、ローリングアタック中に攻撃を受けた際のダメージ増加がなくなり、エレクトロニックサンダーがあまり連打しなくても出やすくなりました。あと、画面端で噛みつき終わった時に、離れるようになったから、投げ返されなくなったな。ローリングアタックはショート中で、距離が調整できるようになったね。エドモンド・ホンダの変更点は、他のキャラの連打系と同じく、百列張り手があまり連打しなくても出るようになり、出しながら移動できるようになりました。また、スーパー頭突きを当てると相手がダウンするようになり、大は出るスピードが速く、小は無敵時間が長いなどの使い分けができるようになりました。小頭突きは対空に使えるよね。無敵も長いけど、攻撃が出るまでも長いけどな。ザンギエフの変更点は、冒頭でも言いましたが、ダブルラリアット中に動けるようになりました。また、しゃがんだ状態からも出せるようになり、出た瞬間から攻撃判定があるので、とても使いやすくなりました。新たに加わった技に、垂直ジャンプ中に中華大パンチボタンでヘッドバットが出せるようになり、当てれば、ほぼピオらせることができるようになりました。スクリュー後に距離が離れるようにもなったんだよな。はめ防止だね。ダルシムの主な変更点は、ドリルキックがジャンプ中に方向レバー下と強ボタンで、どの高さからでも出せるようになりました。他にも、小中スライディングが出しやすくなり、実用的になりました。
前作のドリルは、頂点からの限定だったからバレバレだったんだよな。すぐドリルでトリッキーな攻めができるようになったね。ここからは、ダッシュから選択できるようになった、四天王4キャラを見ていきましょう。バイソンは、長いリーチと高い攻撃力が特徴で、必殺技には、ダッシュストレートとダッシュアッパー、ターンパンチなどがあります。しかし、ダッシュのバイソンには無敵回避技が一つもなく、おまけに、ダッシュストレートやアッパーは、足払いでほぼ止められてしまい、ターンパンチは3つボタン同時押しで貯めるという特殊な操作性から実用性は皆無でした。ダッシュのバイソンって対人戦のキャラ性能、確か最下位クラスなんだよな。ターボはターンパンチの振り向き、無敵になったんだよね。バルログは本作で最も素早いキャラで、必殺技にはローリングクリスタルフラッシュ、稲妻ドロップ、フライングバルセロナアタックなどがあり、その素早さを生かしたトリッキーな動きと、爪による長いリーチが特徴になっています。ダッシュのバルログは起き上がり時に攻められると弱いんだよな。爪取れちゃうしね。そういえば、ダッシュからコンピューターの誘惑を足払いとかしてくるようになったんだよな。コンボもしてくるね。ダッシュのサガットは、プレイヤーが操作できるキャラとしては、初登場でほぼ完成された調整がされており、必殺技には、上段、下段のタイガーショットに、タイガーアッパーカット、タイガークラッシュがあり、特に、タイガーアッパーカットは、出始め無敵時間があるため、対空や起き上がり時などに使える必殺技になっています。そういえば当時ゲーセンで、サガット、ダルシム戦は親子対決とか言ってたな。あは。ダッシュのベガはご存知の方も多いと思いますが、キャラ性能が最強とされており、ゲームセンターによっては、ベガ使用禁止の張り紙をするお店までありました。必殺技には、サイコクラッシャー、ダブルニープレス、ヘッドプレスなどがあり、特に、サイコクラッシャーをガードさせてからのサイコ投げは、あまりにも理不尽で凶悪なハメ技として知られることとなりました。後のデータ解析で、ベガは空中にいる判定になっていて、投げられる側は何も抵抗できなかったということのようでした。サイコ投げは、ほんとひどかった。当時、サイコ投げが原因だと思われる、リアルファイトを見たことあるぜ。そういえばダブルニーハメもあったね。はい。というわけで、ざっくりですが、大きな変更点はこんなところです。ダルシムのしゃがみ小キックがなくなったとか、そういうのは割愛しましたけどね。まあまあ、細かいのは説明しきれないだろ。時間いくらあっても足りないだろうし。では、最後に、剣のエンディングでの衝撃のイライザさんの違いを見ながらお別れしましょう。なんだと。誰だよ、左側。